んにちは。ポリフォニーの田上です。今日は、JKT48 の2024年に起こったトピックの振り返りと選抜総選挙についてお話しする動画になってます。よければ最後まで見てもらえたらと思います。昨年末と今年の初めに JKT48 の人気に関して解説する動画をこちらのチャンネルの方にアップしました。もしまだ見てない人がいたらぜひ概要欄の方にリンク貼っておきますので見ていただけたらなというふうに思います。で、2024年に関しても人気っていうのはどんどん上がってきている形になるんですけど、各地のねイベントとかフェスに毎週のように呼ばれたりとかテレビに出演したり権威のある賞を受賞したりという形でどんどん活躍の場を広げていってます。最近で言うと GTV アメイジングキッズフェイバリットアワード2024で好きなインドネシアの歌手または音楽グループ部門の賞という賞を受賞したという形で、そこでも評価を得られたという形ですね。あとは例年だとショッピングモールでねミニライブを行っていたんですけど、今年はねちょっとそれを行わなかったみたいです。おそらくなんですけどショッピングモールだともう人が集まりすぎてもう人気がとてもあるので危険なんじゃないかというふうに判断されたんだろうなというふうに思います。それぐらい今の JKT48 の人気っていうことですね。そんな人気の JKT48 なんですけど、12月の15日に第7回 JKT48 選抜総選挙が開催されることが発表されました。人気の JKT の総選挙ということと、あと5年ぶりの開催ということがあるので、盛り上がるのは間違いないでしょうね。ということでこの動画では総選挙に関する情報と、あとは2024年もすでにもういろんなことが起こっているのでちょっとそれを振り返ってみたいなというふうに思っております。じゃあまずは2024年の JKT48 を少し振り返ってみたいなというふうに思います。まず1つ目の大きい出来事としてシャニさんの卒業がありました。4月27日にシャニさんの卒業コンサートが行われまして、ファンがね3800人彼女の卒業を祝福するために集まってます。こんな大きい卒業イベントっていうのを行ったメンバーは150人以上いる JKT48 の卒業生でも本当に数人しかいないということで、彼女が JKT48 の歴史の中でも本当に大きい存在だったということがこの数字から見ても分かるんじゃないかなというふうに思います。で、2024年の5月5日の劇場公演をもって彼女は約10年間にわたるアイドルとしての役割を終えたという形になります。その数日後になるんですけど、5月の11日のミニライブパフォーマンスで発表されたんですけど、シャニさんが副支配人に就任するという形になりました。もしかしたら将来的にね現在のジェネラルマネージャーのメロディーさんの後を継ぐことになるような存在にもしかしたらなるかもしれないですね。そういった今後の動きに関しても期待です。卒業したんですけどまた別の形でJKT を支えてくれるっていうのはなんかファンとしても嬉しいですよね。もしシャニさんを応援している方がいてもこれからも JKT を応援しようっていう気持ちになった人は多いんじゃないかなというふうに思います。で、同じイベント内で同時にグラシアさんがシャニさんの後を継いで JKT48 のキャプテンに就任することが発表されました。で、グラシアさんはシャニさんと同じ3期生なので同じようにね10年間シャニさんと一緒に時を過ごした JKT で活動したメンバーになっているんですけど、映画に出演したりとかブランドアンバサダーを務めたりとか、すごく人気のあるメンバーなんですね。で、シャニさんとはすごく仲がいいことでも知られています。そんなグラシアさんがキャプテンとしてこれからの JKT48 を引っ張っていくことになりました。これからのねグラシアさんが引っ張っていく JKT48 もすごく楽しみですね。もうリーダーの形って本当にそれぞれその人らしさを出していってもらえたらいいのかなというふうに私は個人的には思ってるので、グラシアさんがリーダーをする JKT48 の新しい形みたいなのが見つかってそれが見られるっていうのがすごく楽しみです。で、シャニさん以外にも2024年に卒業したメンバーが2人います。1人目がチカさんという7期生の方、この方が1月で、2人目がアシェルさんという9期生の方、この方が2月に卒業されました。で、卒業後の2人の進路といいますか今どんな風に活躍しているかっていうところなんですけど、チカさんはタレントとかインフルエンサーとして活
活躍してます。でアシェルさんは映画の俳優デビューをされたということで、卒業しても2人がそれぞれの道でね頑張っているというのが活動でわかるので、これから応援したいなという気持ちになりますね。あとまだ卒業はされてなくて発表された段階なんですけど、アデルさんという方が卒業予定という形になってます。この方は10月12日に卒業予定という形で間もなく卒業してしまう方なんですけど、この方はね8期生のメンバーですごく人気のメンバーだったんですね。卒業する理由なんですけど、彼女には股関節の病気があって、半年間痛みに耐えながら活動していたということなんですね。なんですけど、お医者さんの方からハイヒールを履いて飛び跳ねることはもうできないという形でドクターストップを告げられたということで、卒業を決めたという形になりますね。今の JKT48 は7期生が人気の中心になっているので、8期生の彼女はこれからさらに注目をされていくところだったと思うので、本人も体の理由で卒業しないといけないという状態になったことはすごく残念だったんじゃないかなというふうに思います。ダンスっていうのはちょっと難しかったとしても、これだけ JKT でも人気のメンバーなのでたくさん活躍のね形っていうのはあると思います。次のステップでもね成功してもらえたらいいなというふうに思ってます。その他にもね活動を辞退した12期生のメンバーが1人で、解雇された11期生のメンバーが1人っていう形でいらっしゃったので、ここまでが、メンバーの移り変わりという点であったところになります。続いて AKB48 の歌唱力No.1決定戦についてです。これは48グループで一番歌の上手い人を決めるというイベントなんですけど、そこに JKT48 のメンバーが8人ですねエントリーした形になるんですけど、その中からルルさんというメンバーが見事決勝大会に進出をしました。そのルルさんについてたくさんの審査員の方がね素敵なコメントを寄せてくださっていたので、ちょっとそれを抜粋して紹介していけたらなというふうに思います。まず今井正樹さんというボイストレーナーの方のコメントなんですけど、リズム感が全員すごい、圧倒的にうまい、ジャカルタは別格に素晴らしい、歌がうまいと感じるのはリズムなんです。メロディー自体のリズム感がピアノなしで聴いても歌だけでリズムがちゃんとわかるぐらいジャカルタの人たちの歌は素晴らしい、びっくりしたというコメントをいただいてます。次に、佐藤雄大さんというキーボーディストの方がコメントを寄せてくれています。海外のグループの歌を聴くのは初めてだったけど衝撃を覚えた。ルルさんの場合は他の楽器が鳴って聞こえると錯覚するぐらいびっくりしたということですね。あと司会者の方が次のようなエピソードを披露していました。昨日ルルさんの感想を審査員3人は話をしていて盛り上がってしばらくは帰らなかったことですね。もう番組自体の収録が終わってもずっとルルさんの話をして帰らないってもう相当な実力者ですよね。あとその他の楽器が鳴って聞こえると錯覚するぐらいびっくりした。それだけ楽器と同じぐらいしっかり声が鳴って美しい声でっていうことがもうこのコメントで分かったりとか、あとはリズム感のところですよね。いろいろ要因として考えられることはあるんでしょうけど、例えばトレーナーの方が素晴らしいこととか、JKT48 のメンバーそれぞれのすごく努力であったりとか目線の高さとかそういうこともあるでしょうし、もしかしたら国としてのね音楽の文化とかもやっぱり音楽のスキルに大きく関わっていて、そこで身につく音楽のリズムとかがすごくメンバーに入ってたりということもあるので、インドネシアの音楽っていうところが本人たちのこのリズム感ということにつながっているっていうのも考えられるかなと思います。本当にこの48グループっても世界各国にある中でこれだけの評価をいただいていると本当に誇らしいことですよね。最終的な結果としては、ルルさんは8位入賞っていう形だったんですけど、本当に48グループ全体でいうともう本当に何百人といる中での8位っていうところなので本当に素晴らしい結果だっていうことと、あとは日本語でね歌わないといけないっていうところがあるんですよね。やっぱり彼女にとっては日本語は外国語に当たるので、やっぱりこの結果っていうのは大健闘だったと思います。そもそも言葉に馴染みがない中で発音の仕方ももちろん違いますし、その中でリズムを言葉で作っていくっていうことはやっぱり
すごく大きいハンデだとは思うんです。その中でもやっぱりその歌に対する評価で8位っていうのは本当に素晴らしい結果だなというふうに思います。ちなみに優勝者は STU48 の岡村理央さんだったということでおめでとうございます。で続いての話題はちょっと JKT の話からそれるんですけど、7月27日にマレーシアのクアラルンプールに KLP48 が発足しました。その動画もね少しお話しさせていただいている動画があるんですけど、そのメンバーとして元 JKT48 のデビさんが加入されたという形で紹介されました。デビさんは JKT48 の4期生として2015年の5月に加入されてますね。でその2年後に行われた選抜総選挙では7位になる好成績を残してます。4期生のエースで将来がとても期待されていたメンバーなんですけど、翌年に学業優先ということで卒業しています。ただ本人は JKT48 を辞めたことに対して未練があったようで、その後の今年の2月にタイのアイドルサバイバル番組に参加しておられます。ただそちらの方では残念ながらメンバーに選ばれることがなかったみたいなんですね。なんですがその後に KLP48 のオーディションを受けて見事合格されています。で JKT48 時代にデビさんを推していた方にとっては本当にまさかの復活でとても嬉しかったんじゃないかなというふうに思います。8月18日に行われた AKB48 グループライブ in クアラルンプール2024ファーストクライっていう、AKB48 と STU48、JKT48、クアドリックス、KLP48 の合同で行われたコンサートでデビさんと JKT48 のメンバーの初めての交流がありました。3期生にとってはね卒業してから久しぶりに再会するような場面だったかなっていうことと、7期生以降のメンバーにとっては、初めて会う機会っていうそういう機会もあったということで、48グループのオーディションに2度チャレンジして合格するっていうのは例としてあまり多くないものですし、しかも国をまたいでっていうのはおそらく初めてなんじゃないかなというふうに思います。そんなデビさんの活躍もJKT のファンの人にとってもとても楽しみなところはあるんじゃないかなというふうに思います。で続いて、ちょっと驚きの出来事がありました。人気メンバーだった G さんが卒業をされたんですね。G さんはこれからの、JKT48 のエースになるというふうに期待されていたメンバーでもあるので、この時期での卒業というのは本当に予想外の出来事でした。ファンの方は本当にショックを受けたんじゃないかなというふうに思います。この G さんの卒業について皆さんが、ファンの皆さんがどう思われたかというのはとても気になるところです。今でこそ本当に大人気の G さんなんですけど、2019年に初めて選抜総選挙をしたんですが、その時は県外でアンダーガールズにもなれなかったんですね。G さんと同じ7期生のメンバーは8人がアンダーガールズや選抜に選ばれていた中での県外だったので、この時点では G さんはあまり注目されていたメンバーではないというのは結果として出ていたかなと思うんですけど、その3年後にオリジナルシングルの第2弾である「フライングハイ」という曲ですね。この曲私もリアクション動画を出しているんですけど、この曲で本当にセンターを務められているんですけど、すごく本当に輝いていて、もう輝ける場所を見つけたっていうような印象、本当にキラッとしているんです。 JKT48 のエースと言われるほどの大人気メンバーにここで上り詰めていくんですね。もし彼女が今年の選抜総選挙に出てたとしたら、当然センターを争うようなメンバーになっていたんじゃないかなということは予想されるんです。まさにねそれだけ県外からエース級になっていくというのは本当にシンデレラストーリーだったなというふうに思います。結果としてはエース格でありながら選抜総選挙で一度も選抜にもアンダーガールズにもランクインすることがなかったっていう5年間ね総選挙を実施されなかったので、結果こういう形になってしまったということになりますね。8月25日の劇場公演をもって JKT48 と卒業されました。最後の公演においても彼女はね真っ黒なドレスを着られていたということで、結構その方の好きなカラーのドレスを着ることが多くて、割と華やかな衣装を着る方が多いイメージはあるんですけど、そこでもなんか彼女の意志の強さであったりとか思いが伝わってきて、彼女らしいなと思う卒業でもありました。
ではここからは、選抜総選挙についてちょっとお話ししていけたらなというふうに思います。参加メンバーは51人で、上位12人が選抜メンバーで、13位から24位がアンダーガールズとしてそれぞれシングルが提供されます。以前の総選挙では16人が選抜になってたので、今回は少し少なめということで、それだけ熾烈な戦いになっていくわけなんですけど、コロナによってねメンバーの人数が減ったということもあってという形になります。で、投票期間は9月1日から12月9日の期間なので、すでにねもう投票期間は始まっています。本番の開票イベントは12月15日に JKT4813 周年記念コンサートと同時に開催予定になってます。すごく楽しみですね。はい、場所はジャカルタのインドネシアアリーナというところで、収容人数は16,500人、2023年6月に完成したばかりの新しい会場ということで、この会場もね楽しみですね。行く人からしたら綺麗な会場でそれぞれのメンバーの晴れ姿を見れて、総選挙のスピーチって本当に感動しますから、とても素敵な機会になるんじゃないかなというふうに思います。で、 JKT48 の公式 YouTube チャンネルでは各メンバーの PR 動画が公開されています。ぜひね気になるメンバーの PR 動画を見て応援して投票をねしてもらえたらいいかなというふうに思います。で、投票方法についてなんですけど、投票券は劇場公演チケットだったりグッズを購入するとか、複数の方法があります。なんですが、日本から手に入れる方法がね残念ながら調べた限りなさそうなんですよね。もしかしたらちょっと私が調べ漏れているっていう可能性もあったりとか、日本から投票できるように何か追加されたりっていうことがあるかもしれないので、もし投票してみたいと思う方は公式サイトとかね見てみてください。あとコメント欄でねぜひこういう方法もあるよっていうのがあったらぜひ教えてほしいなと思います。あともし12月9日までにねインドネシア旅行行く予定がある人、 JKT48 の劇場公演を見て推しを見つけて投票してみるっていうのもいいかなというふうに思います。ちょっと人気がありすぎるので、劇場公演のねチケットが手に入るかっていうのもちょっと保証できないんですけどね。で、9月28日に JKT48 のイベントがありまして、そこで第1回目の総選挙中間発表というのがありました。ということで、その中間発表でランクインしたメンバーについて少し紹介していけたらなというふうに思います。5年ぶり